人類の未来を変える究極の戦略、最終兵器の歴史。ガンダム作品の中には、特に物語の終盤において、一歩間違えれば人類全てを滅亡させかねないほどの究極の兵器や、情勢を覆す究極の戦略が多数登場します。最新作、機動戦士ガンダム水星の魔女では、第1期11話でのプロスペラとデリングの会話の中で、クワイエットゼロという計画の存在が明かされており、さらに、第2期予告 PV では、戦いも失う悲しみもない世界に、とプロスペラが発言していることから、アニメ2期では、クワイエットゼロが最終計画の名前なのではないか、と考察することもできます。そこで、今回は、過去のガンダムシリーズでは、どんな最終兵器や最終戦略が登場してきたのか、について、まとめて見ていきたいと思います。まず宇宙世紀シリーズです。宇宙世紀を代表する最終兵器といえば、コロニーレーザーが存在しています。スペースコロニーを改造して巨大なレーザー装置として転用した兵器で、一撃で全てをなぎ払う恐ろしい兵器となっています。機動戦士ガンダムでは星1号作戦においてジオン公国が使用し、集結した連邦軍の 30% を消滅させたソーラレイが登場しました。ただ再発射のための冷却に1週間も要するため、この時点では非常に使い勝手の悪い兵器となっています。ただし小説版では2回発射されており、連射が可能のようです。また続編の機動戦士ゼータガンダムでは、グリーンノア2のシリンダーを改装したグリプス2が登場しました。核パルスエンジンが搭載され、単独での移動が可能になっているのが特徴であり、発射位置の調整が容易になっています。また再発射までの時間もソーラレイに比べてはるかに短縮されており、劇中では3度使用されていました。ソーラレイ以上に凶悪な兵器に仕上がっていましたが、最終的にはエウーゴ、ティターンズ、アクシズの熾烈な戦闘の末に損傷し放棄されます。しかし密かに修理され、ゼータガンダムから9年後となる機動戦士ガンダムユニコーンで再度投入されていました。ビスト財団のマーサビストカーバインの陰謀でラプラスの箱を闇に葬るべく放たれますが、最終的にユニコーンガンダムとバンシーによって防がれています。なおゼータガンダムの続編となる機動戦士ガンダムダブルゼータではコロニーレーザーは登場していませんが、ネールアーガマのハイパーメガ粒子砲は理論上コロニーレーザーに匹敵する威力を誇るとされています。次にコロニーレーザーが登場するのは漫画機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人となります。木星帝国がゼウスのイカズチ計画のために建造した神罰が登場しました。こちらは敵戦力を削る戦略兵器としてではなく、木星圏から直接地球の大地を攻撃する殺戮兵器としての側面が強くなっています。なお宇宙世紀シリーズではありませんが、機動新世紀ガンダム X においても宇宙革命軍が地球に直接撃ち込むことを目的に建造されていました。しかしティファを取り返すためにやってきたガロードの超精密な射撃によって一度も使用されることなく破壊されています。次にコロニーレーザーと並び宇宙世紀の世界を恐怖に陥れた最終戦略兵器であるコロニー落としや隕石落としです。まずコロニー落としはコロニーレーザーとは違い、コロニー核パルスエンジンを装着してコロニーそのものを質量兵器として転用するものです。その様は空が落ちてくると表現されており、目の当たりにした人類へ植え付けられた恐怖の度合いが伺い知れます。初めて実行されたのは戦争の早期終結のためにジオン公国が行ったブリティッシュ作戦となります。サイド2のアイランドイフィッシュの住民たちを毒ガスで殺害し、遺体を乗せたまま地球に落下させました。この狂気に満ちた戦略はジオリジンにおいてランバラルから悪魔のすることと称されています。決まれば一撃で全てを無に返すような兵器ですが、大質量のコロニーを正確に操るのが難しいというデメリットもあります。実際アイランドイフィッシュは連邦軍の妨害や大気圏突入の際の衝撃で目標であったジャブローには着弾しませんでした。また宇宙世紀 WO83 を舞台とした機動戦士ガンダム WO83 に登場した星のクズ作戦ではコロニー同士をぶつけるという荒技で軌道の修正を行っており、最終的に北米大陸穀倉地帯へのコロニー落下を成功させています。その後を舞台とした機動戦士ゼータガンダムではティターンズがサイド427番地コロニーをグラナダに落下させようとしましたが、エウーゴの妨害により失敗に終わりました。
また、機動戦士ガンダムダブルゼータでは、ダブリンに向けたコロニー落としが行われましたが、落下直前に付近にいた児童たちが、壊滅的な被害を受けた描写は見られませんでした。ブリティッシュ作戦時との条件の違いなどは明言されていませんが、最終戦略と言えるほどの被害ではなさそうです。このように宇宙世紀といえばコロニーが落ちているという印象ですが、宇宙世紀以外のガンダムシリーズで最も悲惨なコロニー落としは、機動新世紀ガンダム X における第7次宇宙戦争にて行われたものと思われます。劇中では40機余りのコロニーが地球へ落下し、人類の90億人ほどが犠牲となり、人類は存亡の危機に瀕しました。1機で人類が半数近くが失われる兵器が40機も落ちてくる様は、まさしくこの世の終わりと言えそうです。むしろ40機もコロニーを落とされていながらも、地球が原型を止めていることが気になるのは気のせいでしょうか。そしてコロニー落としと同じく質量兵器として使用された代表的なものの一つが小惑星アクシズです。もともとはネオジオン軍の拠点となりますが、グリプス戦役においてティファーンズの要塞ゼダンの門に衝突させたのが初めての使用となります。その後はエウーゴの拠点である月面都市グラナダへの落下を試みますが、コロニーレーザーによって軌道を変えられ失敗に終わりました。次に使用されたのは第一次ネオジオン構想で、グレミートトたち反乱軍によってハマーンの拠点であるコア3の破壊に用いられます。この構想後は勝利した連邦軍の管理下に置かれ、役目を終えたように思われました。しかし逆襲のシャアの舞台となる第2次ネオジオン構想において再び兵器として使用されることになります。地球の寒冷化を目論むネオジオン総裁のシャア・アズナブルはアクシズを質量兵器として使用することを画策します。しかし月の軌道上にある小惑星は全て連邦軍が管理していました。そこでシャアは連邦との和平交渉の末、金塊と引き換えにアクシズを手に入れます。その結果、地球へアクシズを落下させようと目論むシャアと、それを阻止せんとするアムロとの最後の戦いが繰り広げられます。激戦の末、アムロたちはアクシズを半分に分断することに成功しますが、片方がそのまま地球への落下軌道に乗ることとなってしまいます。しかし絶望的状況であっても果敢にアクシズを押し戻そうとするアムロたちに反応して起きたサイコフレームの共振によって、アクシズは軌道を変え落下コースから外れていくこととなりました。なおこれが後にアクシズショックと呼ばれる現象ですが、後日談として描かれる作品「機動戦士ガンダムトワイライトアクシズ」によると、アクシズは地球圏からさらに離れる軌道に乗ったとされています。その後機動戦士ガンダム F91 では最終兵器としてバグが登場しました。バグはロナ家の施設軍隊であるクロスボーンヴァンガードが増えすぎた人類を粛清する計画、通称ラフレシアプロジェクトのために開発した自立型対人兵器です。円盤のような形をしており、モビルスーツの装甲すら切り裂くチェーンソーを持った親バグと、ビーム兵器や自爆装置を搭載した子バグの2種が存在しています。人間のみを殺すことを目的としており、熱探知を駆使してどこに隠れていようと人間を殺害するという文字通りの虐殺兵器です。怯えながら隠れていた親子を見つけ出し、容赦なくビームを打ち込むシーンなどトラウマ級の描写が多数存在します。なおそんな凶悪な兵器であるバグですが、劇中で多数の人間が殺されていく中、唯一撃墜されたモビルスーツがビルニット機のみだったため、ビルニットのセリフにちなんでビルニットだけを殺す機械かよとネット上ではネタにされることがあります。その後宇宙世紀 O153 を舞台とした機動戦士ビクトリーガンダムではエンジェルハイロウが登場しました。エンジェルハイロウはザンスカール帝国が地球侵略作戦のため建造した巨大サイコミュ兵器です。災害円は直径 20km にもなる巨大なリングを5機備えており、リングの内部にはマリア主義の首都である2万人以上のサイキッカーが収容されています。このサイキッカーたちの思念を増幅させることで人体に影響を与えるサイコウェーブを発生させる仕組みです。その効力は人間から闘争心を奪い眠りにつかせるという恐ろしいもので、最大出力なら地球上すべての人類を眠らせることが可能とされています。さらに眠りについたまま放置された生物はやがて退化して腐っていくため、武力制圧を行わずして地球を制圧することまでもが可能となります。物理的にではなく
精神に影響を及ぼし人類全てを衰弱死させるという今までの兵器とは別ベクトルの残酷さを持ちます。なお、エンジェルハイロウの外壁が破壊されるとサイキッカーたちの入ったカプセルが溢れることからトラウマ製造機と言われることもあります。次に宇宙世紀以外の作品についてです。まず全てのガンダム作品の終着点とも言われる単影ガンダムでは月光町が登場しました。作中では単影ガンダムと単 X に搭載されたシステムで機体の背部から無数のナノマシンを放出します。ナノマシンにはあらゆる人工物を砂状に変えるという能力が備わっており、単影ガンダム以前の文明はこのシステムによって滅んだとされています。まさしく最終兵器と呼ぶのにふさわしいシステムとなっています。なおガンダム G のレコンギスタに登場するジールシファーにも月光町が搭載されています。こちらは夜の G レコ研究会富野義行編によると、月光町が有効な技術のため技術の継承と保全の目的でジールシファーに搭載されているとされています。次に機動武闘伝 G ガンダムではデビルガンダムが登場しました。最終兵器でありながら最初から登場していたモビルファイターで自己進化、自己再生、自己増殖の三大理論を備えています。元は荒廃した地球環境を再生させるために作られた機体でアルティメットガンダムと呼ばれていましたが、地球落下時のショックで暴走して人類を地球環境浄化の障害と捉え全人類を抹殺しようと考えるデビルガンダムとなり、様々な人物たちがこれを利用しようとしていました。次に新機動戦機ガンダムウィングではリーブラが登場しました。中心ブロックと4機のひし形エンジンブロックから構成された宇宙戦艦となっています。メインブロックには主砲であるリーブラ砲を備えており、宇宙空間から地球への狙撃が可能です。作中ではミリアルド・ピースクラフトを指導者とするホワイトファングによって運用されましたが、主人公ヒーロユイたちの機関ピースミリオンの特攻によって主砲は破壊されました。またミリアルドは巨大なリーブラの残骸を質量爆弾として転用し、人類に戦争の愚かさを見せるべく地球に落下させようと試みました。リーブラの落下は最終的にはヒーローたちに阻止されましたが、リーブラはコロニーレーザーと質量爆弾という2つの側面を持った兵器として描かれました。次に機動戦士ガンダムシードではザフト軍が開発した戦略兵器ジェネシスが登場しました。核エネルギーを使用したガンマレーザー砲であり、放射されたあらゆるモビルスーツや戦艦が破壊されます。また劇中では地球へ抜けて放たれた場合、地球上の生物の 80% が死滅すると言われていました。ミラージュコロイドを採用しているため隠密性も高く、フェイズシフト走行によって鉄壁の防御も誇る完全無欠の兵器です。なおこのガンマ線を生物が浴びると、電子レンジの中で温めた卵のように体内の水分が沸騰し、体が風船のように膨らみ爆発飛散します。凄惨な描写からトラウマ兵器の一つとして挙げられることも多くなっています。作中ではモビルスーツや戦艦がなぎ払われていましたが、地球を撃つことのできる最悪の兵器となっています。また続編の機動戦士ガンダムシードデスティニーではネオジェネシスが登場しました。ザフトの宇宙機動要塞メサイアに搭載された後継機で、小型化により運用性が向上しています。しかしデータコレクション機動戦士ガンダムシードデスティニー下巻によると、先代のジェネシスより破壊力が低下しているようです。また本作には地球連合の月面ダイダロス基地に設置された巨大ビーム砲と周辺の廃棄コロニーからなる戦略砲レクイエムが登場しました。廃棄コロニーによってビームを湾曲させることが可能なので、月の裏側から地球のどこでも自在に狙い撃つことが可能です。最終戦でギルバート・デュランダルはデスティニープランを発表し、これに反対する勢力に向けてレクイエムを発射して壊滅させていました。なおデスティニープラントは遺伝子を解析することで個々の適性を確認し、その解析結果に合う職業に就くことで不満や争いをなくすということを目的とした究極の人類救済プランとなります。しかしオーブやクライン派などの反対派の攻撃により阻止されました。次に機動戦士ガンダム WO ではセカンドシーズンでメメントモリが登場しました。軌道エレベータの低軌道オービタルリングに設置されたいわば衛星兵器です。宇宙太陽光発電によって膨大なエネルギーを得ることが可能で、大都市を消滅させるほどの威力を持ちます。
劇中では2機のメメントモリが登場し、アローズの独裁を象徴する兵器として恐れられましたが、最終的には2機ともソレスタルビーイングの手によって破壊されています。ですが、後にイノベーターたちの本拠地となるコロニー型が宇宙コブコブ母艦ソレスタルビーイングへメメントモリの技術が応用されたビーム砲が搭載されています。なお、こちらは劇場版では主人公の味方として進行する敵に大きな損害を与えるなどの活躍を見せています。次に機動戦士ガンダムエイジでは火星側の切り札として強力なディンマゼノン砲を備えた要塞ラグラミスが登場し、連邦側はフリットがプラズマダイバーミサイルでベイガンを殲滅しようとしていました。次に鉄血のオルフェンズではガインスレイブが登場しました。禁忌とされた兵器ですが、鉄火弾やマクニリスを撃ってギャラルホルンの権威を世界に示そうとするラスタルエリオンが使用しています。ということで以上、ガンダムシリーズにおける凶悪な最終兵器と戦略でした。宇宙世紀シリーズだと地球連邦とスペースノイドの争いが描かれることが多いからか、人類全体の変革というよりは地球に打撃を与えることで変革をもたらすという展開が多い印象を受けますが、エンジェルハイローのような人類全てに影響を与える兵器も登場していました。またアナザー作品では単影ガンダムの月光町のように全てを無に返す兵器もあれば、デュランダルのレクイエムとデスティニープランの組み合わせのように強力な兵器を持って世界を変える戦略を打ち出すようなものもありました。水星の魔女ではエアリアルのパーメットスコア6が特殊な空間を作り出し、空間内全てをスレッタが認識しているようにも読み取れる描写が登場しているので、クワイエットゼロがさらに高次元のパーメットスコアを発動して世界をパーメットで包み込むことができるようになるものであれば、生きる者も死んだ者も全ての意識がつながり、プロスペラが言う戦いも失う悲しみもない世界にという言葉が実現されるのではないでしょうか。個人的にクワイエットゼロはエンジェルハイローのように世界をつなぐ兵器、またはガンダム作品ではありませんがエヴァンゲリオンの人類補完計画が近そうな気がしています。ぜひ皆様のご意見もコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。人間だけを殺す機械かよ。